ことも歌を歌ったことも、母さんは私の心の中にずっといてくれたんだ。作業中の乗組員の諸君、仕事の励みとなるよう諸君にも素晴らしい音楽を送ろう。もううるさいわね。ちょっとトーマス。ごめんなさい。もう気をつけてよ。汚れちゃったじゃないの。すみません、僕が悪いんです。後で洗濯します。トーマスのせいじゃないわ。船がボロなのがいけないのよ。でも洗濯はお願いね。トーマス、しっかりサビを落としてくれよ。サビが残ってたらせっかくペンキを塗っても内側からまたサビが広がっちまうからな。どうせピカピカにするんならもっと新しい船がいいのにな。ねえ、くそ頼むぜ。少しは船を優しく扱ってやってくれよ。参ったな。奥の排気パイプも錆びて穴が開いてやがら。もう少し新しい船に買い替えた方がいいんじゃないの？おいおい、めっそうもないこと言うんじゃねえよ。船にだって俺たちと同じように魂ってものがあるんだ。俺たちが大切にすればこそ、嵐の時にだって船は俺たちを守ってくれるんじゃないか。そんなことを言うとペペロンチーノ号が気を悪くするぞ。ダメだ。煙突の修理でエンジンを止めてからすっかり調子悪くなっちまった。そういえばさっきも煙の出方が変だった。あれは不完全燃焼してやがったんだ。修理はかかりそうか？見てみないとわからんが、しかし海のど真ん中で立ち往生したまま夜明かしじゃかなわんな。トーマス、元気出しなよ。トーマスのせいじゃないんだから。船が古いんだもん。しょうがないよ。いや、きっと僕のせいなんだ。僕があんなことを言ったのを船が聞いてたんだ。何それ？なんでもない。ただの思い過ごしさ。ほらお嬢様、夜光虫があんなに。いやー、いい夜ですな。いつもと同じと思うけど。いいえ、毎日毎日船を震わせていたあのエンジンのすごい音が今夜はございません。お、流れ星。何してるのジェームス？はい、航海の無事をお祈りしているのでございます。流れ星に。ロマンチストね。それはいいけど、そろそろレーダーを覗く時間じゃない？5分ごとに覗いてくれって言われてたんでしょ？はいはい、そうでございました。いやー、何事もございませんな。鍋て世はこともなしでございます。今宵は行き交う船も少なくようございましたな。
ナナミ、もうちょっと明かりをくれ。はい。くそ、ここんとこだ。トーマス、ハンマー。はい。はい、ハンマー。サンキュー。お仕事中恐れ入りますが、どうも妙な具合になってしまいまして。妙な具合？そのレーダーがまるで映らなくなってしまいました。なんだこりゃ、めちゃめちゃじゃねえか。コンパスも変だよ。よせやい、そんなものまで行かれちまったら船乗りおしまいだぜ。どうもこの霧が怪しいな。霧が帯電しているのかもしれない。そのせいでレーダーもコンパスもおかしくなってしまってるんだろう。そういえばこの霧、なんだか気味悪いぐらい突然に忍び寄ってきたわ。さっきまであんなに星が綺麗だったのに。イギリスの古い船乗りの言い伝えにございます。迷い込んだら二度と抜け出せない船の墓場のあること。やめなさい。みんなが怯えてしまうでしょうが。はい、どうも。別に誰も怯えちゃいねえよ。怯えてんのはお前さんたち二人だろ。でももし別の船が来たら大変だ。ああ、衝突しそうになってもこっちからは分からねえし、避けることもできねえ。ねえ、こんなんで相手の船が気づいてくれるの？気休めだけど無敵の代わり。しっかり見張ってね、トーマス。それに音楽がある方が気分が明るくなるし。この曲で明るい気分に。幸せね。もし音楽好きの幽霊船がいたらどういたしましょう？ジェームス、いい加減にしなさい。しかしお嬢様、古いイギリスの船乗りの伝説では。ジェームス、もうやめなさい。ちょっとどうしたのよ。動きなさいよ、こら。お嬢様、その伝説ではこの広い海のどこかに役目を終えた船が最後に向かう墓場があると。このペペロンチーノ号はその相当古うございますから。ジェームスさん、ペペロンチーノ号はまだ役目を終えてなんかないわ。僕があんなこと言っちゃったからな。新しい船と帰ればって。そう、それが原因かもしれません。それを聞いてこの船が自分の運命を儚んでしまったのかもしれません。そして自分から船の墓場へ。ジェームス、そうよ。もし船に魂があるとしても、このペペロンチーノ号はそんな船じゃないわ。何の音？ここだ、分かったぞ。ここんとこのバルブがねじ切れてやがる。どうだ、直せそうか？いや、ちょっと。予備のパーツがね。旋盤で削り出してあそこを溶接してと。こりゃダメだ。部品から作り出すにしても2日はかから。その間この海に立ち往生か。どうした？それが出たんだ。幽漂流船みたいだな。ああ、司令塔からすると最近の船じゃなさそうだが。おい、そっちの船どうした？うんともすんとも言わねえ。誰も乗っていないのか。妙だな。やっぱり幽霊船じゃ。バカ言うな。スコット、ちょっと調べてみねえか。あの船をか？そうだ。エンジンの部品も手に入るかもしれん。乗り移るの？行ってしまわれましたね。
随分古い作りの船だな。ああ、今時こんなごついリベットを使うやつはいねえ。行こう。ああ。お嬢様、私思うのですが。あなたはもう黙ってなさい。だいたいあなたが幽霊だの船の墓場だのって言うからこっちまで心細くなっちゃうんじゃない。はあ、私は信じませんからね、そんな話。そうよ、怖い怖いって言ってるから怖くなっちゃうのよ。こんなのただの霧だし、あんなのただの船じゃない。そうよ。いえ、私が申し上げたかったのはスコットさんたちにもしものことがあった場合どうしようかと。ジェームス、もうやめなさい。もしものことなんかないの。見なさい、静かなものじゃないの。二人にもしものことなんて。お嬢様、どうしたのシェリルさん。ゴムボートが帰ってきた。ようによく見張ってて。お嬢様、本当に行きますので。二人が心配じゃないの？じゃあ勝手にしなさい。お嬢様。しかしお嬢様は恐ろしくはございませんので。もちろんよ、怖がってる場合じゃないでしょ、バカね。ちょっと待って、トーマス、置いてかないでよ。何これ。この船軍艦だ。変だこの船。変なのは最初から分かってるわよ。救命ボートが一隻も残ってない。シェリルさん、何してるの？早くはぐれないようにしなきゃ。ねえナナミ、救命ボートがないってことはこの船にはもう人が乗ってないってことだよね。多分。でもさっきゴムボートのロープをあんなにぐるぐる巻きにしてたじゃない。やっぱり誰かいるかもしれないってことなの？わからない。でも父さんやアルがあのボートを流されるような縛り方するわけないもん。用心するに越したことないよ。父さんとアルは機関室ね、きっと。よし、行こう。お嬢様、本当にこの中へ。早く行きなさいよ、迷子になっちゃうでしょ。どうしたのナナミ。こんなところで立ち止まらないで早く行きましょうよ。薄気味の悪い。ピコの声が聞こえた。声？私は聞こえなかったわ。空耳じゃないの。戻ろう。嫌な予感がする。ちょっとスコットとアルはどうするの？もちろん探すわ。でも帰れなくなったら困るでしょ。ドアが閉まってる。ドアが。
ないわ。だってさっき開けっぱなしで来たんだもの。開かないの。ダメ、閉じ込められちゃった。ねえ、本当にこっちに別の出口があるの？わからない。普通の船ならあると思うんだけど。やっぱり普通の船じゃございませんので。さあ。あった。階段だわ。確かに。この下は機関室かな。上は出たわよ。乾杯よ。ようございました。ここで二手に分かれよう。は？またこのドアも開かなくなったら困るでしょ。ドアを見張る人と下へ降りて父さんたちを探す人と。下にでございますか？いいわ、私が行く。ここで待ってて。僕も行くよ。大丈夫でしょうか？あなたも少しはあの勇気を見習いなさいよ。しかしそういうお嬢様も。私はあのドアを見張ってるの。そういう役目なの。人玉だ。いないね、父さんたち。誰だすっとんきょうな声でわめいてやがんのは。アルさん。アルさんじゃねえや。こんなところで何してんだ。はい。あなたたちの帰りが遅いから迎えに来たんじゃないの。スコット、だからこんなとこで寄り道するのはやめよって言ったじゃねえか。すまない、悪かったよ。ジェームスさんもすいませんでした。ほんとよ。いい加減にしてほしいわ。そうわめくなよ。わめいてなんかいないわよ。いや、すまなかったシェリル。この船のことが少し分かったんでね、つい長居をしてしまった。この船は19世紀にヨーロッパで作られた船で、注文したアジアの国に向かう処女航海の途中で行方不明になったらしい。どうやら注文した国と作った国の間に何やらいざこざがあったようだ。行方不明になったのがそのせいかどうかはわからないが、原因が人間にあったのなら報われない話だ。もし船に魂があったら人間を恨んでいるかもしれないな。しまった。ななみ。すごい石炭の山だね。エンジンも壊れてないようだし、浸水もない。まだ走れるよこの船。見捨てて逃げることなんかないのに。どんな船も船の墓場へなんか行かせちゃいけないよね。なんだかかわいそう。安心しろ。あれは人玉なんかじゃない。セントエルモの火といって雷と同じ放電現象だ。しかし不思議だ。普通は雷雨の夜に起きる現象なんだが。あ、霧の中に消えていく。結局その汽笛は誰が鳴らしたのかわからなかった。きっとペペロンチーノ号にも魂があって、あの船に別れを告げたんだと思う。そう思いたい。世界で一番深い海、マリアナ海溝。私たちは
アルの開発した新兵器で調査を始めたの。でも本当にこんなもので大丈夫なの？次回スクイドボール2号深海を行く、お楽しみに。夜空見上げよう、なぜか眠れない夜は星のささやきが聞こえる気がする。迷わずに信じていたら、願ったことはいつか叶う。